こんにちは、MD ジャックです。中国からの荷物が注文から1週間で立て続きに届き、ちょっとびっくりです。2週間から20日ぐらいかかることが多いので、1週間だとすごく短く感じます。ご視聴ありがとうございます。愛です。春休み中です。来学期から高3です。早速ですがジャックさん、企画間違えたって本当ですか？そうなんだよ。見事に間違えたね。6BA 対決のはずがね。1個足りなかった。でも転んでもただでは起きないよ。間違えたおかげで収穫もあったんで。それなら良かったですね。イヤホン増えてきてるからスペックをリストにしてるんだけど ZSX の BA 情報が1個多く記載されてた。では気を取り直して。TRN-VX と KZZSX を比べ VX をメインの扱いとします。来週からのアリのスプリングセールで ZSX は4000円切るみたいで買いやすくなるようですから KZ 好きな方なら持っていてほしい1本だし VX はもう一段価格帯が上ですが5000円台中盤ぐらいでこちらもセール価格になるようです。TRN-VX は2020年5月リリースのモデルでそんなに新しいわけでもないですが入手したのが昨年の12月で個人的にはまだ新鮮で特徴あって面白いモデルです。では見ていきましょう。この資料を作っている時に BA の数が合わないことに気づいたんですよね。まあそれはもういいとしてスペックで気になった点を赤枠で囲ってみました。2本を聞き比べる時に気をつけたのは音量で感度がいい ZSX は音量も大きくその差のまま聞くと ZSX の方が迫力があるなんて錯覚しちゃいます。音の大きい ZSX を起点にして VX に切り替えた時物足りなく感じた分音量を上げて合わせるようにしました。どちらもスペックでは周波数特性が 7Hz から 40kHz でここが一致するものって案外少ないんだよななんて思いました。次は重さです。ハウジングの材質が VX はノズル部を除いてマグネシウム合金 ZSX は亜鉛合金と樹脂ですがそれでも ZSX の方が若干重くて大きいです。そして小さめの VX の方が BA が一発多い。 VX の BA がノズル部に2発広域用として配置されハウジング内の BA 数は同じなんですね。それにしても VX はよくまとめてあり小型化に成功していますね。ノズル部の BA2 発搭載は TRN の V シリーズ V90S、V90、V80 も同様でした。装着感は小ぶりで厚みも少なめの VX が耳からはみ出さないしフィット感もいいです。あんまり厚みのあるのは個人的にはちょっと苦手なので VX のサイズ感は気に入っています。値本可能じゃないかと思います。では音質比較動画をご覧いただきましょう。You know what you want, do ya? Oh hell no, I won't play the monster no matter what you tell yourself. You should have known that we could never be friends. I hear you just thought we could, but we can never be friends.はい、ではここからはいつものように波形を見ながらお話しします。今回は聞いた感じと波形の特徴がとても一致しているなぁと感じました。愛ちゃんにも手伝ってもらいお伝えしていきます。この帯域は VX が少しあっさりスッキリで ZSX は量感ありウッドベースのような雰囲気には ZSX がエレキベースには VX が合う。極端に言えばそんな感じです。VX は弦を張り替えた直後のような質感のベースに感じスラップベースのプルの雰囲気も好きですね。スラップベースだと音域との絡みもあってのことですが
2の帯域はカーブの傾向が似ているので、レベルの違い以外は他の帯域も絡めて判断しないと分かりづらいですね。実際には2と3の帯域を合わせて ZSX の音が太めに感じる要因だと思いました。ZSX の6から 10kHz は VX に比べて控えめですが、全体の工程のレベル差が VX に比べ少なめなので、音量が上げやすく各帯域のレベルも平均的に上がってくるので、見た目以上に2の部分は VX と差がつくと思うんですよ。そう考えると ZSX の波形と実際聞いた印象がバチッと合ってくるんです。VX の 8kHz 付近のピークは KZ のモデルでもよく見かけます。一見きついように感じますが、8kHz 近辺だけで聞いてみるとかなり線の細いもので、この帯域だけで曲を聴いても実際なんだかよくわかりません。ただ、聞いた印象と波形の差分は一致しており、VX は広域がしっかり出ますね。BA がのズルブに2発配置というのが要因ですかね。VX は広域の特性の分、明瞭感分離感はあるように感じます。すっきりした印象で聞きやすいですが、少し物足りなさも感じています。KZ とは違う音質傾向にすることを原点にチューニングがスタートしていたとしたらなおさらです。TRN の他モデルの波形も見てみましたが、独自路線を突き進んでいる感じはしますね。TRN はちょっと苦手というコメントをいただき、ああなるほどと思ってしまうところがあります。でも前回の動画の TRN-TA1 は癖の少ないモデルでしたね。TA1 をずっと聞いてから今回の聞き比べに入った直後は結構強烈に音が迫ってくる感じがしました。VX と ZSX まとめると、ZSX は全部の帯域をあまり犠牲にせず面で出てくる印象、太さが特徴。広域の波形は VX の方が出てはいるけど物足りなさは感じません。ドラム中心に聞く場合、キック、胴鳴りなんかを注視したければ ZSX を選びたいです。どの帯域もあまり絞ることなく出てきていて面で迫られる感覚です。VX は広域にフォーカスしていますが、低域も 100Hz 以下では ZSX と差はほとんどなく、ドンシャリ感は VX の方が強いです。ハイハットとかライドシンバルとかタムの川鳴りなんかを重視したければ VX をなんていう選択かなと思います。2から 4kHz 付近の ZSX との差分でボーカルが少し引っ込むかと思いましたが、8kHz 付近の広域の強さで ZSX とは違う質感の繊細な感じのボーカルを聴くことができ、重心が高めで広域好みの方を意識したチューニングになっていると思います。どちらかが圧倒的に優れているとは思っておらず、それぞれ特徴のあるモデルなので、この傾向を参考にしていただければと思います。愛ちゃんは聞いた感じどうだった？私はどちらかといえば VX が好きですね。広域もいいですけど、低域のスッキリ感も良かったです。あと、音質じゃないんですけど、ZSX を装着した時に、愛にはちょっと大きいなぁと思いました。ああ、なるほどね。女性には ZSX はちょっと大きいのかもしれないね。この動画をご覧になるのは男性がほとんどだけど、男性目線ではなかなか気づかないところなので、ありがとうね。いいえ、どういたしまして。ということで、TRN、VX と KZ、ZSX のレビューでした。なお、次の動画はこの VX を対抗にした真の 6BA プラス 1DD 対決です。このチャンネルではイヤホンのレビューを誇張表現や専門用語はできるだけ使わず、音と波形と言葉でお伝えしています。チャンネル登録がお済みでない方はご登録の上ご覧いただければ幸いです。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。